平行調と同主調を組み合わせることで C メジャーから A メジャーに行くことができました。1回目はこっちでやっといて、で2回目はこっちにしてみるとか、なるほどね、もうまだわかるんだけど、もう毎回やるんだみたいな。さあデュークはなぜ時代を超えるのか。よっジャズ沼ラジオ、今回も始まりました。さあデュークについて話していこうと思うんですが、サーデュークはスティービー・ワンダーの名曲です。曲の方ね。そう、はいはい。明るくて楽しくて誰でも口ずさめる。確かに。でもこの曲をただの陽気なポップソングとして聴いているなら、かなりもったいないです。この曲の本当の凄さは、音楽の歴史そのものをたった一つのコード進行の中に織り込んでいることにあります。今日は特にサビの2つ目に出てくるコード、シャープ4マイナーセブンスに注目してちょっと解説しようと思います。お願いします。はい。損をしてたんですか？いやそんなことないよごめんちょっと言い過ぎましたね。損とかはしてないよ。大丈夫大丈夫このシャープ4マイナーセブンスは一瞬聞いただけでは自然に流れてしまう。でも理論的に見るとかなり大胆です。そして僕はこのシャープ4マイナーセブンスにデューク・エリントン、そしてビリー・ストレイホーンのイスファハンっていう曲へのつながりの響きをちょっと見つけました。つまりこのサーデュークって曲はデューク・エリントンの名前とかを歌詞で称えただけの曲ではなくて、このコードそのものが先人たちへのリスペクトになっているっていう話をしたいんです。ちょっとさっきも言っちゃったんですけど、サーデュークってタイトルのデュークって誰かわかりますか？それはもうスター・ウォーズエピソード2のデューク伯爵ですよ。そうですだから時代を超えた名曲ってこと？なるほどね。もちろんデューク・エリントンのことです。エリントンはジャズ史における巨人ジャイアント、作曲家、バンドリーダー、ピアニストであり、アメリカ音楽の品格をも変えた人物です。ジャズの超重要人物だと思ってもらえたら今はいいかな。確かに。サーデュークって冠はついてるんですけども、このエリントンさん一人を称えてるわけじゃなくて、曲の中では、エリントンと対になるようなビッグバンドの作曲家でカウント・ベイシー・オーケストラっていうのがあって、そのカウント・ベイシーとか、あとはグレン・ミラー楽団っていうのがあったり、とかルイ・アームストロングたちもですね、とかエラ・フィッツジェラルドみたいなそういう名前も登場します。つまり、サーデュークっていうのはジャズとブラックミュージックの先人たち全体への感謝の曲なんですね。ここまではね多くの人が知ってますよと。でも問題はここからです。スティービー・ワンダーはそのリスペクトを歌詞だけで表現したんでしょうか。エリントンさんありがとうとか、あとベイシーさんありがとうとか、答えはちょっと違うと思っていて、それが彼はハーモニーでもリスペクトしてるんじゃないかと。その象徴がさっきから言っているサビの2つ目のコードです。ではサビのセクションを説明のために C メジャーに移調して説明しますね。本当は B メジャーなんですけど、ちょっと分かりやすくするために半音上げて、一回じゃあ弾いてみましょうか。サ
サビなんですけども、一個ずつコードを見てみると C、 F シャープマイナーセブンス、 F メジャーセブンスで一瞬 C 音 E が入って、D マイナーセブンで、まあ F 音 G、G、ということで、さっきの F シャープマイナーセブンス以外はダイアトニックコード、 C メジャースケールだけで作られたコードですと。で F シャープマイナーセブンスっていうのはつまりキーの外から来たコードです。でもサーデュークではこのコードが全然不自然に聞こえない。サウンドしてる。いい言葉だね、サウンドしている、ね、そうサウンドしてるっていうのは、OK だよねみたいな感じで僕ら使いますけど、ありだよね。そう、ね、違和感がないじゃないとは言えないけども、すごいかっこいいよねみたいな感じ、ハマっている、サビの高揚感を一気に広げているようなコードに聞こえますと。じゃあこのコードは一体何なんでしょうかという話を次にします。それはもうでシャープ4マイナーって言ったら、シャープ4マイナー7フラット5じゃん。それで決まりでしょ。0点ゼロ来ると思った部分点もないないこっちじゃなくてこっちだったらって話だよね、これはよくあるコードで、これはモーダルインターチェンジっていう手法で、曲の子音は同じなんだけども別のスケールからコードを借りてくることを言います、これはファの音がシャープしてるので、メジャースケールの4番目の音が半音上がった C リディアンモードっていう、モードから、モードっていうのはスケールだと思ってもらって今はいいんですけどもからコードを借りてきてるんじゃないかと、考えられています。例えば、このコードは、ポップスとか、出てくるんですけども、例えばこことか、知れない糸ですね、中島が、みたいにちょっと6マイナーから降りてきて、ちょっと停滞感を持ってその後このファシャープの音がファに降りてくる、とか、例えば愛しのエリー、サザンオールスターズ、間違えた。みたいに、これもやっぱりサブドミナント4度に行く、前に出てきたりとか、結局ファシャープしている、C リディアンから借りてきたコードと考えることができる。もしもここが F シャープマイナーセブンスじゃなくてマイナー7フラット5だったら、普通にモーダルインターチェンジだよねっていうふうに説明つくんですけども、そうじゃないです。じゃあ何なのよっていう話に移りましょう、F シャープマイナーセブンスの構成音って F シャープ A、C シャープ E ってことで、C の音がないんですよね、シャープしちゃってる、だから C を基準にした主音としたモーダルインターチェンジで考えることができない。なるほど。含まれてないからね。もしも C があるんだったら、例えばみたいに C マイナーから借りてきたりとか、そういうことができるんだけども、C の音が含まれてないスケールからは借りてくることが、このモーダルインターチェンジができません。じゃあどうするか。この軸となる
C の音をずらすしかない。ずらす。そう。C メジャーから C リディアンとか C メジャーから C マイナーって考えてたの、そもそもの C っていう地点をちょっと他のところにやってみようと思います。どこにずらせばいい？ A マイナー。おお、2点。2点中ね。そう2点中、そうそうそう、満点。もちろんもちろん。100点って言わないと。それはなるほどね。 A マイナー A 基準でそういけば C メジャーとちょっと説明をすると、はい。今 a マイナーって言ってくれたんですけど、そうです。C メジャーと a マイナーっていうのは平行調っていう、関係の調で、まあ C メジャースケールを A から始めてみたら、ちょっと暗いような雰囲気になっている、こういうのを平行調っていう関係で、これは、陽と陰、光と影、勝也と達也、タッチ。対になってるっていう風に言えるんですよね。なるほど。C、G、C があれば、はい、A マイナー、E7、A マイナーがある。C メジャーの平行調は A マイナー。これが平行調っていう概念ですと。もう一個大事な概念で、C メジャーの同主調っていう概念。さっきのモーダルインターチェンジとほとんど同じですけども、C メジャーの同主調っていうので C マイナーっていうのがあります。こっちでもいいんだけど、置いておいて、メジャーから同じ主音のマイナーに行っていいですよというか、そういうものがあると。じゃあこれを組み合わせてみると、C メジャーの平行調は A マイナー、A マイナーの同主調は何になる？ A メジャー。A メジャーになる、そういうことです。ということで、平行調と同主調を組み合わせることで C メジャーから A メジャーに行くことができました。じゃあ A メジャーのダイアトニックコード、A メジャースケールで作られるコードを言っていくと、A メジャー7、B マイナー7、C シャープマイナー7、D メジャー7、E7、F シャープマイナー7、G シャープマイナー7フラット5、ということで F シャープマイナー7がありました。あったね。こんなとこに。そう。なるほど。ゴン。お前だったのか。いつも栗をくれたのは。なるほどね。そう。確かにそうやって考えると出てくるわけなんですが、さっきこれはこの曲はリスペクトであるっていう風に言ったわけなんですが、じゃあこれが何の曲からのリスペクトになっているのかっていうのを考えていこうと思います。もうあの曲しか今。何？イスファハン。おお。これはさっき言ったからね。やりたい。そうか。いやいいよいいよ。イスファハンの1、2小節目だね。その通り。ビリー・ストレイホーンのという、デューク・エリントンの、右腕と言われた、作編曲家がいまして、その人が作ったイスファファンという曲。クレジット的には多分エリントンとストレイホーンの共作っていう風になってると思いますが、その曲が関連しているんじゃないかということで、ちょっと軽く演奏してみましょうと。というこれね、これがイスファハン。今は D フラットメジャーキーで演奏したんですが、ちょっとまた説明のために C メジャーに直して最初の2つのコードを演奏してみると、
最初の2つのコードは C メジャーセブンスと A メジャーセブンスになります。また C メジャーキーなのに A メジャーセブンスってコードが出てきましたが、この出どころは分かりますか？ A マイナーの同主調そうだね。つまり A メジャーキーのダイアトニックコードである A メジャーセブンス、1メジャーセブンスということになります。はい。開けたような感じというか、うん色が変わるような感じ分かりますかね。うんうんうんこれが、ビリー・ストレイホーンのマジックなおうわけなんだけども、はいでスティービー・ワンダーももちろんコード使いがもう怪物級なので、意識せずに自然に出てきたものかもしれないですと、インタビューでも特定のビリー・ストレイホーンとかを名指しでこう引用してるとか言ったわけではないので、断言はできないなんだけども、もしこのトリビュート感謝の気持ちをここでも出してきたと思ったら、なんかおしゃれじゃない？おしゃれ。ありがとう。ジャズはおしゃれ。それね、それよくないよそれ。はい。みんなね言いますけどね。うん。じゃあちょっといろいろ試してみましょうと。はい。この F シャープマイナーセブンスがもしも変なコードじゃなかったら、普通だったらっていうのを考えてみる。これをじゃあ A メジャーから来たコードじゃなくて C メジャー内のダイアトニックコードで全部収めて A マイナーセブンスにしてみましょう。これでもいいけどね、いいけど、いきなり出す勇気ちょっとないかなって思うんですよね。例えば、このサビ8小節間が2回あるので、1回目はこっちでやっといて、で2回目はこっちにしてみるとか、なるほどね。もう最後の最後だけこっちにするとかならまだわかるんだけど、もう毎回やるんだみたいな、これちょっと何らかの意図を、さすがにリスペクトが有り余ってるんちゃいますのと思うんですよ。ステーブルメイツばりの意図を感じるってことね。そう繰り返しバレちゃうっていうこれ以上はそうまたこういう感じのね、深掘りこじつけシリーズはちょいちょいやってますので、よかったらステーブルメイツ会もお楽しみください。概要欄に貼っときます。ではなぜこのシャープ4マイナーセブンスが革新的だったのか、理由は難しいコードだからではないですと。だってジャズにはもっともっと複雑なコードはもう当時からいくらでもあります。ストレイホーンもエリントももっともっと高度なっていうとこれがすごくないのかっていう話になるからちょっとやめとくけども、もっといろんなことやってますと。でただサーデュークはそれをジャズの中でやってるんじゃなくて、その複雑なのを誰でも楽しめるポップソングの中に完全に溶かしていることにあるんです。なるほどね。で理論を知らない人はただ楽しい曲として聴けるし、でも理論を知ってる人はその中にジャズの歴史、エリントンの歴史、ストレイホーンの色彩感を聞くことができる。これがスティービー・ワンダーの異常なところと言っていいんじゃないでしょうか。彼は難しい複雑なものを複雑なまま見せるんじゃなくて、もう体が先に理解できる形にしてしまう。だから分析してもすごいし、しなくてもすごい。これが本当のポップスやでというところです。難しいよね、そういう、なんだろ
まあ、テクニック的なことそうね。をこう小難しくなくうんうんポップスに落とし込むっていうのはうんうんうん結構はね、頭でっかちにしたいわけじゃないんだけどうんうん難しく聞こえてしまうっていうのはあるからね。うん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 そうですね。で大事なのははいこのサーデュークが、まあ、単なる引用、うんそのここはイスファハンから取りましたみたいなことじゃなくて、そのままエリントンとかのスタイルを真似てるわけじゃなくて、うん自分のポップスの中でビッグバンド風のうんホーンセクションがあったりとかうんでジャズ由来のハーモニーがあるとか、はいそういうその全部をその70年代のソウルファンクとかポップの感覚に変換しているうんのがすごいんじゃないかなと思うんですよ。うんだからこれはその当時の過去のことを懐かしんだりとか感謝してる曲、ただそれだけじゃなくて過去の音楽を現在の形、スティービーの当時にとっての現在に変換した曲だからサーデュークが時代を超えるうんっていう理由ですと。なるほど。そう本当のリスペクトっていうのは何なのかって言ったら、その人たちが作ったその音楽の言語とかを受け取ってで自分の時代の言葉でそれを更新することなんじゃないかなっていうふうにうん思うんですよ。なるほどいいですね。なんですかそれは。深いレバーうをわー平成びっくりしたあまりにも平成一桁ガチじじい。そうですだから、うん僕らもそういうものができるといいよねっていうふうになるほど。そう思うわけですよ。サウスティービ逆にねー逆に、うんうんスティービーが後ろから走ってくるからこうバトンをこ走ってくんだ、ねうんねそれはスピーディーってこああなるほどね。とうんさあスピーディ別ー人じゃ誰もうそれになると次の代は多分もう読み取れなくなる。そうそれバトン途中でレーン変わってるから俺そうそうね、そうなるほどなるほど。僕らみたいなそういうコード理論オタクみたいなのって、ついシャープ4マイナーセブンスすげーみたいなさ、うんコードをなんか記号みたいにさ、うんこのシャープ4マイナーセブンスうおービクンビクンみたいになりがちだけどただの記号じゃないよねああそうコードって、うんうんだからその中には誰が誰から影響を受けてそのどの時代の音楽がその次の時代に受け継がれたうんバトンが、うんそう引き継がれたのかっていうその記憶が入っているものだから、なるほど。そのシャープ4マイナーセブンスっていうのは一瞬だけそのビリー・ストレイホーンの記憶が光ってるんじゃないかと思うんですよ。なるほどね。はい。これそうだね。まあ今ここで終わってもよかったんだけど、うんなんかリハもするじゃない、うんうんうん。曲を作るときに、はいはいはいリハーモナイズのコードを変える変える置き換えるようなメロディーそのままで、うんそので出る、うんうんここのまあこうなんかいい感じにしたいなって思った時にうんうんなんかこれを知らなくてもうんうんうんたどり着けそうな気がするんだよ。はい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 本当あこれええやんってうんうんうんこれをうんうん自然にいいじゃんって思えるのめっちゃ不思議じゃない？ああそうだね俺なんか自力でいけそうなんだよこれ。うんうんなんかこっちでもいいけどうんうんマイナスマイナス7フラット5ねでもいいけど、うんうんナチュラルマイナーの響きをなんか取り入れられそうだなと思って、うんうんこれいいって思うのまあそもそも音楽いいって思うのなんでみたいな話でもあるけど、まあねうん、でも
ここにたどり着けるのってでもそのさ知らない人もいるわけじゃんこう、平行調の同指調からもちろんもちろんこうってま今のは後付けですからね、そうそうそう全部ね。あいやそれなんかすげえなって確かに。思うよねなんか、うんそういうのが備わってるのがうんうん。人間に、あ、確かにね。うんまあそうね、それがただ、まあ、スティービー・ワンダーがそれをやったっていうこの世界線だからこそああこれを聞いてなるほどうんが浮かぶようにできているのかもしれないよね。確かにね、うんうん宇賀崎かみたいなねそうですね。話であるよね。確かに2音だけ与えられて、うんあなたは何のコードつけますか選手権みたいなのはやれるかもしれやないですね。れるよね。確かに。これなんてね、そうだね。いろいろあるよね。ねまあ、ああ、なるほどね。 D7 スつけてもいいし。そうだね。まあ同じことか。 A4C シャープ。なるほどね。ああそうだね、そういうのもあるね。まあ、ここら辺はまあジャズやってたらなんかやりたくなる動きではあるよね。テンションリゾルブというか。テンションリゾルブね。そうそうそう。そうやっていいのか。そうですね。さっきのも11スからサードに降りるっていうのはまあなんか共通言語みたいになっているから、もちろんこれ聞いて自力でたどり着けるんじゃないかっていうのはめちゃくちゃわかる。ただまあその当時にあれ以外めちゃくちゃポップスやーんみたいな曲のサビの毎回のサビにあれできるか問題は結構別物だとも思ってて、勇気ないよてかそっか、あれもでデレルデレレってデレデレデあれもめっちゃビッグバンドよろしくだ、あ、そうですね、そうそうそう、まさしく本セクションの、もうこれはだから今回は確定だね。もう確定、何がそのソリの部分と、シャープ4マイナー部分はもう、サデュークでしょ、もう決まりです。そもそも確定してる部分だらけだったから今。あ、そうですか。そうそうそうサーデュークって名前はそりゃもう本人も言ってるから、もうデュークって歌詞にあるから。そうだね。そうそうそう、もうだから確定です。でまあビッグバンド風のってのもそれも言ってるからね、そうそう確定ですね、じゃあ、はい、ということでなぜならそう言ってるから別に説じゃないから今回はサーデュークのデュークはデューク・エリントンだったとかさ、もういや違うやばすぎたじゃん。前回がめっちゃオカルトだったから。ああ、そうか不確定な。そうで確かにね。今回のはある程度までは確定してて、そのシャープ4マイナーセブンスがもしかしたらストレイホーンからの引用だったんじゃないかっていう、そこだけだから、そうだね。ちょっと間違えないでみんなお願いしますよ。そうですね。そう確定会。いやそれも違うからちょっとはい、終わりにしましょう。はい、この動画が面白かった方は、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとはこの曲のこれが平行調の同主張からの着用でなんではって、見つけた方とかね、あとは一押しのこの胸キュンコードがあれば募集しますので、どしどしコメント欄でお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の話を聞いて自分でもジャズを弾いてみたいと思った方はぜひジャジファイを試してみてください。ジャズピアノをゲームとして練習できるアプリです。7日間トライアルもあります。まずは概要欄のリンクから触ってみてくださいね。